第12章までの物語。将軍との謁見に成功した龍馬と沖田を待っていたのは燃え上がる京の町だった。全ては手遅れだったのか、灼熱の京を龍馬は走る。そこで目にしたのは志半ばにして倒れた近藤の姿。そしてもう一人の坂本龍馬の命を受けて龍馬の前に立ちふさがる岡田伊蔵の姿だった。夜は明け、伊藤貸太郎一派と近藤派との対立は決定的なものとなる。そして新選組の敵五両絵師となった伊藤一派、その中には東堂平助の姿があった。第13章龍馬暗殺。さーて、これからどないするんや、トシちゃん。大使のほとんどは伊藤についていった。こうなったらもう新選組としてできることがない。しかしまさかあの平助までが俺らを裏切るとはな。土方、一つ聞きたいことがある。なんだ。近藤さんがあんたに残した策ってのは裏切り者をあぶり出したあの幹部会のことだったのか。そうだが。なんやはじめちゃん、なんか気になるんか。いや、伊藤はもともと野心を隠そうともしていなかった男だ。近藤さんなら伊藤の裏切りくらいとっくに見抜いていたんじゃねえかと思う。まあそれはそうやが、近藤さんの最後の策ってのはまだ他にあるんじゃないのか。どないやねん、トシちゃん。敵を欺くには身内からと思っていたが致し方ない。あるんだね。入れ。誰？平助？ああ、なるほど。ちょっと早くないですか、土方さああ、ちょっと嬉しん。い。もうちょっと引っ張ってくれてもよかったのに。よかったよかった。平助？斎藤、いや坂本君の読み通りだ。近藤さんも最後の策、それは伊藤を使いもう一人の坂本龍馬をあぶり出すことにある。もう一人の坂本龍馬を。どういうことだ。土方、教えてくれ。近藤さんの策を。伊藤貸太郎が新選組を乗っ取ろうとしていたことなど奴が入隊してきた時から分かっていた。近藤さんはそんな伊藤をわざと泳がせ、あの男がどの連中と手を組むのか見張り続けていたんだ。新選組の本当の敵を見極めるためにな。それじゃあ花から伊藤は近藤局長にそのための道具として利用されていたというわけか。そういうことになるな。で、その見張り役が平助やったと。平助は司令官出身だが、かつて伊藤に軍学を習っていた縁もある。それで半年以上前から近藤さんは平助を伊藤に近づかせ動向を探らせていたらしい。らしいって、あんたも知らなかったっちゅうわけか。ああ、しかし近藤さんって人にはつくづく驚かされる。何をどこまで考えていたのか。
ごめんなさいね皆さん。秘密にしてるつもりじゃなかったんだけど、言い出すきっかけもなかなかなくて。まあそうだな。それじゃ東堂は伊藤が誰とつながっているのかを探るため伊藤を守るような行動をとったと。ええ、あそこで皆さんに伊藤さんが殺されたんじゃ意味なくなっちゃいますからね。いや、大変でしたよ。銃撃つのなんて久々だったから。それで伊藤につながっとるっちゅうんはどこの誰やったんや？それが土佐の坂本龍馬って人らしいです。坂本龍馬。はあ、またその名前かい。ああ、でももっと大きな情報も掴んだんですよ。なんや？近々坂本龍馬は長州と薩摩の代表と大きな会合を持つらしいっす。あの二人と伊藤さんがその調整役を仰せつかったって。長州と薩摩の代表、桂小五郎に西郷吉之助か。なんだか大政奉還でしたっけ。それが成立しちゃったとかで、幕府を倒したいと思っていた坂本龍馬はかなり焦ってるみたいですよ。なるほどな。朝廷と新政府を作ろうとしている薩長のケツを叩き、なんとか幕府との戦争を起こさせたいということだな。日本中を巻き込んだ一大戦争を仕掛けるつもりか。でも伊藤さんの話じゃそれは表向きの理由ってやつらしくって、坂本龍馬の本当の狙いは別のところにあると。なんや、桂と西郷を暗殺するとかか？いや、そうじゃない。きっとあいつの狙いは薩長と幕府を戦わせ、互いに疲弊したところを金王党の力を使って一気に叩く腹なんだろう。呂布の利っちゅうやつか。しかし薩摩と長州もバカじゃない。そんな相談に応じるだろうか。そうなんすよね。だから伊藤さんも必死になって薩摩と長州を説得する方法を考えてましたよ。それに三者がお忍びで会える場所の用意もしなきゃならないって。お平助、それでその坂本龍馬は今どこにおんねん？さあ、伊藤さんもそれだけは誰にも教えてくれないんです。例の薩長との会合が実現すればさすがに姿を現すと思うんですけど。そうか。だったら俺たちでその会合を実現させてやるんだ。え？それで会合の場にもう一人の坂本龍馬が現れるのを待つ。薩長との会合を餌にしておびき出すんやな。ああ、奴はおやっさんを殺し、その資格を請け負った芹沢鴨をも殺した。今度はこっちから仕掛ける番だ。だがどうやって三者会談を実現する？薩摩と長州が乗らない限り会合は開かれない。俺がやる。君が？どうやって？西郷と桂には面識がある。直接行って頼むしかない。はじめちゃんが？直接頼むやと。いや、それは難しいと思いますよ。どういうことだ？今伊藤さんの御領英治たちが町中に溢れています。斉藤さんじゃ顔が悪すぎている。
この状況で西郷や桂に会ったりすればこっちが罠仕掛けようとしているのが伊藤さんにバレちまいます。そうだな。それ言うたらこの場にいる全員無理っちゅうことがいぬ。平助以外はな。だが大政奉還後、西郷、桂はそう簡単に会える人間じゃなくなっている。今じゃ帝から直接お言葉を賜るって身分だ。仮に平助が言ったところで彼らには取り継いでもらえんだろう。くそ、だが今動かねえとあいつを、もう一人の坂本龍馬を止めることはできねえんだ。どうにか五両英二の目を盗んで西郷と桂を計画に引き込めれば。だが一体どうすりゃいいんだ。そいつは俺らに任せてくれ。俺ら？中岡と？さっき土佐から戻ってきたんだが、話を聞かせてもらった。役者は全員揃っているようだな。おりょう。落とせにお龍まで。どういうことなんだ。ここは数日前完成したばっかりの新築の宿宿す。名は大宮。大宮。誰かさんたちのせいで寺田屋があないなことになってしまいましたやろ。一度騒動の起こった店にお客さんは寄りつきません。せやからこうして新しい宿を作っとったわけどす。それで俺たちをここに連れ出してきてどうする気だ。大宮はまだ営業もしてへん無名の宿。土佐と薩摩長州の方がお会いするには絶好の場所と思いましてな。ここで三者会談を。お上、あなたは自分の言っていることの意味が分かっているのか。会合といってもただの会合ではない。我々の目的は襲撃なのだ。そないなことはもちろん分かってます。この大宮、煮るなり焼くなり好きにしてください。なんやて？暴れて傷つけてもええっちゅうんか？お好きに。新築でしょ？中途半端に傷もにするくらいやったらいっそ火でもつけて燃やしてもらった方がええくらいや。取り壊す手間が省けて立て直しが安う上がりますさかい。儲かってるね。何を考えてるんだ落とせ。何はじめはん、いや坂本様、この落とせ資材のすべてを失うても構いません。せやからこの今日の町をお救いください。落とせ。三風呂が今日にやってきてから1年。今日の町は血で汚れ、切り捨てられた人の肉を食らわんとするカラスの鳴き声がやまないありさま。うちはそんな今日を見てられへんのどす。坂本様やない、そのもう一人の坂本龍馬がおらんようになれば、それもすべて終わりになるんでっしゃろ。せやったら宿の一つや二つ惜しゅうありまへん。どうかこの今日のため、今日に生きる人間のため決着をつけてください。なかなか言えることじゃないよね。素晴らしい。顔を上げてくれ。
顔を上げてくれ、落とせ。あんたのその願い、俺が引き受けた。この大宮で全てを終わらせる。全てを。坂本様。落とせもいい女ですね。お涼。うちもおかみさんと同じ思いです。せやさかいうちにできることなら何でも言うてください。それがはじめさんにできるせめてもの罪滅ぼしですから。分かった。ならまずその顔を上げて笑顔を見せてくれ。俺にとってはそれが一番かけがえのないものだ。それでいい。よし、それじゃあ舞台は用意できた。あとは西郷と桂をどう誘い出すかだが、西郷は俺が引き受ける。あんたが。今の西郷が一面識もない人間に会うとは思えんが。けど俺は五両エイジとやらに面が割れてねえから、あんたらと違って目立たずに動ける。それに西郷には挨拶代わりのとっておきのネタを土佐で手に入れてきた。とっておきのネタ？ああ、もう一人の坂本龍馬を名乗る偽物の顔さ。どれどれ。中野さんだね。なんやこれ。中野さんじゃないわ。フォトグラフってやつだな。竹地だね。どうだ龍馬、この顔懐かしいだろ。ああ、竹地半平太だ。誰やそれ。俺の兄弟分で土佐勤王党の名手。土佐で切腹したと言われていたが、やはりな。その人です。ん？その人が私が知ってる坂本龍馬さんです。なんやて。せや、この人やった。はじめちゃん、お前この竹地が坂本龍馬名乗っとること知っとったんか。岡田伊蔵からそう聞いてはいた。だがこれが動かぬ証拠ってやつらしい。俺はこのフォトグラフを見せて西郷に会見を申し込むつもりだ。フォトグラフ。西郷はもうおそらく坂本龍馬の正体は知っているだろうが、薩長の関係者でも竹地が坂本龍馬を名乗っていると知る人間は少ねえはずだからな。これで西郷が話を聞きたくなる程度には興味を引けると思うんだが。ああ、悪くない。だが長州の方はどうする？桂は西郷と違ってどこに現れるかわからん。会う手段がない。一つだけある。生松という女に近づけば桂に近づけるはずだ。あの店か。桂が秘密裏にやってる松の井という店の女将だ。以前その女を通じて桂と会ったことがある。それじゃあ桂の方は俺が行きますよ。平助、俺ならある程度自由に街で動けますから。今のフォトグラフでしたっけ？その話もしちゃっていいですよね。せやけどお前には伊藤にこの大宮を進める仕事もあるやろ。せや、それにお前が桂に会いに行く理由を伊藤らにどない説明する気や。さあ飲みに行くふりしてしれーっと行ってきますよ。大丈夫か？東堂、そんな軽い感じでいける？お前は今危ねえ橋を渡ってる。
くれぐれも伊藤たちに気づかれないように用心しろよ。分かってますって。よし、では我々は日の落ちる前に屯所に戻る。伊藤たちの目を俺たちに引きつけるんだ。そうすれば中岡も平助も動きやすくなる。今は中岡と東堂がうまくやってくれることを祈るしかないな。今のうちにできることをしておいた方が良さそうだ。まずは一度別宅の様子でも見ておくか。布団にアクセスすると時間帯を変更できると。別宅行けって言ってるね。はるかと何かあるのか？行きましたよ。ただいま。もう少しでたまるね、すべて。何も起こらないね。とりあえず収穫だけしておいて、中に入ってみようか。何か起こるのか？これか。どうした？はるかも眠いのか？うん。昨日遅くまでお掃除してたからちょっと。そうか。ならお前も一緒に寝るか。でも、家事や掃除をすることも大事だが、そこまで根を詰める必要はない。眠い時は寝ればいいさ。ほら、寝るぞ。うん。一緒に寝るだと。それじゃあおやすみ、おじさん。おやすみ。おじさん、もう寝ちゃった？いや、起きてる。どうかしたのか？ちょっと寝つけなかっただけ。あんなに眠かったのに急に目が冴えちゃった。ねえおじさん、おじさんは寂しくなることってある？もちろんある。もちろんあるさ。家に帰った時にはるかがいない時とかな。結構寂しく感じるもんだぞ。そっか。だがそう感じるようになったのも最近のことだ。以前は寂しいということがどういうことかもよく分かっていなかった。どういうこと？早いうちに両親を亡くして俺にとって孤独は当たり前のものになっていたからな。それを寂しいと感じることはなかった。いわば孤独に慣れていたんだな、俺は。孤独になれる？ああ、今考えると孤独で寂しい日々だったのかもしれない。だが自分が孤独だということにあの頃の俺は気づくこともできなかった。そっか。寂しいことも当たり前になると自分が寂しいんだってことにも気づかなくなる。おじさんと出会わなかったら私もそうなっていたのかもしれないね。俺も本当は寂しいのかな。さあどうだろうな。だがお前と暮らしていく中で寂しくないんだけどさ。俺はそんな自分を変えることができた気がする。誰かが家にいる、待ってくれている人がいるってのはいいもんだな。本当は寂しいのかもしれないな。これが家族の温かみというやつか。考えさせられた。家族？私が？ああ、少し変わった関係かもしれないが俺にとってお前は大事な家族だ。だからもしお前が寂しい時や辛い時は
遠慮なく言ってくれ。俺にできることならいつでも力になってやる。まあ何ができるのかは正直よくわからんがな。おじさんありがとう。さあそろそろ寝るか。どうだ、寝れそうか？おやすみおじさん。おやすみ。おやすみはるか。今の和みイベントだからストーリーとは関係はないんだよな。お、飛脚なんだ？手紙預かってます。それじゃあっしはこれで。第1回返済。ああ、地主からだ。20両持って伏見の北東にある神社の前行きましょうか。これね、金はあるからな。ああ、この人だね。20両はありますよ。確かめてくれ。一括で返したいけどな。それとこれをあの娘さんに着物、はるかとかいう子にあげてくれ。年頃の子が借金を抱えておしゃれ一つできないってのもかわいそうだしな。いいやつじゃねえか、なかなか。あんた意外と優しいんだな。よせやい。ただしちゃんと金を返してもらうからな。じゃまた連絡する。ああ、一括で返せるんだがな。はるかに着物渡すか。その前に黒ひょう飛脚団あれ終わらしちゃいましょう。稲本が指くわえて待ってるから。あそこ見ておくれやす。ああ、いましたね。待ってるわ、暗い中。遅かったね。ビビって逃げ出したのかと思ったぜ。お前らのことなんて気にも留めてなかっただけだ。わざわざ手紙を送りつけてくるとは飛脚らしいやり方だな。せっかくだから俺が最も得意とする縄張りで勝負したいと思ってな。だからわざわざご足労いただいたというわけだ。自分の得意な場所で勝負か。卑怯なやつだな。なんとでも言え、俺は黒ひょうの司令塔と呼ばれている男だ。どんな時でも一番勝つ可能性の高い方法を選択する。こいつらとあんたの戦い見せてもらった。そしてあんたの走りや癖も調べさせてもらった。それらの情報をもとにいろいろと計算した結果、あんたが俺に勝つ可能性はほぼゼロだ。ほう、面白い。それでお前が負けたら笑えるな。そんなことは確率的にもありえない。俺の計算も俺の判断も完璧だ。今からそれを証明してやるぜ。こいつらと俺の温度差の違いを分かってほしいんだけどな。熱くなってるけどさ。終わるぜ。オッケー。これで全部配り終わった。口ほどにもねえな。笑えるぜ。バカな。俺の計算が間違っていたというのか。そんな稲本さんまで。やっぱりすげえな、あの斎藤ってやつは。ちょっと何をやっているのよ。でチンピラ出てきて終わりだろ。姉さん、すんませんでした。負け犬の言い訳なんか聞きたくないわ。早くない飛脚はうちには必要ない。あんたはクビよ。さっさと立ち去りなさい。そんな。今まで黒ひょう飛脚団創設の時から一緒に頑張ってきたじゃないですか。そんな情になんか流されないわよ。あと星、牧野、あんたらもクビ。うちには負けた飛脚は不要なの。
俺たちも大したものね、斉藤さん。本当、あなたが黒豹飛脚団に入ってくれればどれだけ良かったか。次が最後の勝負よ。絶対にあんたに恥をかかせてみせる。今日最速は黒豹飛脚団なのよ。あ、まだあるんだ。次が最後なんだ。早くない飛脚は黒豹飛脚団にはいられない。分かってはいたけど、実際に首切られるとやっぱりきついな。どうしてあの平川ってやつはあそこまで今日最速にこだわるんだ。いくらなんでも少し執着しすぎだろう。姉さんも昔はあんなんじゃなかったんだ。変わっちまったのは旦那を亡くしちまってからさ。旦那を？ああ。黒豹飛脚団はもともと平川姉さんの旦那が作った飛脚団なんだ。旦那は伝説の飛脚として今でも語り草になっている。あまりの足の速さについたあだ名は今日最速の男。そんな旦那の活躍もあって黒豹飛脚団は今日最速の飛脚団として有名になった。接客もいいから人気も高く、今日の飛脚市場をほぼ独占していたよ。平川姉さんも幸せそうだった。ずっとこんな平和な日々が続けばいい。俺もそう思ったさ。だがその願いは叶わなかった。ある日旦那が仕事中に殺されちまったんだ。何？殺された？ああ。とある偉い武士に黒豹飛脚団に入りたての若手が配達に行ったんだが、そいつは足が少し遅くてな、到着が遅くなってしまったらしい。それに怒った武士がその若手に切りかかったんだ。旦那はそれをかばって。平川が足の遅い飛脚を嫌う理由はそれか。ああ。そしてそこからだよ。姉さんが変わったのは。まず足の遅い飛脚を全員クビにした。どんなに真面目なやつでもお構いなしだ。そして旦那が作り上げた今日最速の称号を守るため、足の速い連中を片っ端から集め始めた。足が速ければ接客なんて度外視で採用した。だがその結果評判が悪くなり、黒豹飛脚団の売り上げは以前に比べて落ちてしまう。そこで姉さんは他の飛脚団に勝負を仕掛けて恥をかかせ、廃業に追い込むことで昔のような独占状態を作ろうと考えたんだ。なるほど。だからこんな勝負を。平川姉さんは旦那の形見である今日最速の黒豹飛脚団を守りたい。ただそれだけなんだ。なあ斉藤さん、あんたに頼みがある。なんだ。姉さんを助けてやってほしい。姉さんは黒豹飛脚団を守ることにとらわれすぎて苦しんでいる。俺は姉さんを黒豹飛脚団の呪縛から、そして今日最速という呪縛から解放してやりたい。だから斉藤さんに黒豹飛脚団を潰してほしいんだ。頼む。いいのか、それで。ああ。俺は昔行き倒れになっていたところを姉さんに救われた。すげえ優しい人だったんだ。俺はあの頃の姉さんに戻ってもらいたい。今までは今日最速を守ることが姉さんのためだと思っていたけれど、それは間違いだった。あんたに負けて気がついたよ。お前らもそれでいいのか。ああ。俺たちからもお願いする。頼む、斉藤さん。わかった。黒豹飛脚団最後の一人、黒豹の色男、武田さんを倒せば、あ、そっか。武田がいたな。忘れてたわ。うちは今日最速の称号を口にできなくなる。武田さんは旦那に負けずとも劣らない脚力を誇る飛脚。その武田さんが負ける姿を見れば姉さんも目覚めてくれると思うんだ。武田さんは伏見の宇治川沿いにいると思う。よろしく頼むぜ斉藤さん。
次で終わりだな。終わらせよう、今度こそ。いましたね。武田いるね。取り巻きの女。そんなモテんのか。それは失礼か。今日も素敵な配達っぷりでした。もう最高です。そうかいそうかい。どうもどうも。君たち可愛いね。どう？この後どこか静かなところにでも。ナンパすな。あれが黒豹飛脚団最後の一人、武田か。あんたが黒豹飛脚団の武田か？そうだけど、何なのあんた。はあ？そうよ、何なのよあんた。はあ？何なのよ。うるせえ。よくよく見てみればあんた確か、そうだ、思い出した。鳥羽の主人だ、そうだろ？いや、全然違うぞ。へへへ、冗談だよ。斉藤さん、だろ？俺たち黒豹飛脚団を潰そうとしてるっていう。まさかあんたの方から来てもらえるとはね。いろいろと事情があってな。あんたと戦って決着をつけなければならなくなった。ほう、そうかそうか。いいですよ、やりましょう。この子たちの前でかっこいいところを見せられるしね。キャー、武田さん、勝負するんですか？素敵、頑張って。頑張って。何なんだ、こいつらは。集中力が鈍るな。そう？俺は観客多い方が逆に燃えるけどな。あ、そうそう。この子たち以外にももう一人観客がいるよ。ほら、見てみろよ。お前か。斉藤さん、俺来たっす。こいつのことか？違うって。あ、違うんか。おい、こらお前、ちょっとそこどけ。え悲しいな。はいはい。どけや、早く。全然どかねえじゃん。この人ね。平川、あなたが負ける姿を見に来ましたよ。ふふふ。哀れな人。俺が勝ったら黒豹飛脚団は今日最速を誇れなくなる。そうだな。あなたが勝てたらの話だけどね。まあ、あなたが武田君に勝つことはないと思うけど、武田君は私の旦那と同じくらい早いんだもの。さ、武田君、さっさとこの若造をひねりつぶして、今日最速は我々だと証明するのよ。はいはい、わかったよ、平川ちゃん。勝ったらちゃんと後でご褒美ちょうだいよね。酒屋のツケ払わないといけないからさ。さて、勝負といこうか、斉藤さん。僕に喧嘩売ったらどうなるか教えてあげるよ。別に喧嘩売った覚えはねえんだけどな。巻き込まれ事故なんだけどな。行きましょう。早いね、さすがに。 OK。 バテてるね。なんで肩負傷してんだよ。勝った斉藤さんが黒豹飛脚団を全員倒したぞ。そんなバカな。主人が死んでからずっと今日最速を守ってきたのに、こんなことって。ごめんなさい。あなたの黒豹飛脚団を私は守れませんでした。平川ちゃん、解散しよう。黒豹飛脚団。もうこれ以上平川ちゃんが悲しむ顔見たくないんだ。この飛脚団がある限り
平川ちゃんはずっと今日最速の呪縛から逃れることができない。だから解散した方がいいんだよ、この飛脚団は。でも解散してどうするのよ。旦那も失ってこの飛脚団も失ったら私は何もなくなってしまうわ。俺たちがいるだろうなあ、みんな。俺たちは姉さんについていきますよ。俺たちは黒豹飛脚団だからここにいたわけでも、今日最速だからここにいたわけでもない。姉さんがいたからここにいたんです。あなたたちなんかいい話にしようとしてるけど入り込めないなこれ何言ってんのずっとこいつら。速さなんてさ、もうどうでもいいじゃんよ。黒豹飛脚団なんてやめよう。平川ちゃんが苦しんで続けるなんて旦那もきっと望んでないよ。もっと客のことを一番に考えるような優しい飛脚団を一から作ろうぜ。平川飛脚団なんてどうだい？武田くん、みんなありがとう。おお、姉さんが泣いてるのなんて久しぶりに見たぜ。鬼の目にも涙ってやつだな。あはははよかったですね、斉藤さん。ああ、きっと天国の平川の旦那さんも喜んでいるはずさ。斉藤さん、いろいろとごめんね。そしてありがとう。これ、迷惑かけたお詫びと俺取っといてちょうだいよ。何くれんの？大蛇の抜け殻お詫びと感謝の気持ちに大蛇の抜け殻ってどういう神経してんのかわかんねえけど、ありがとななあ、あんたたち俺にわざと負けたんじゃないのか？やはりいくらなんでも素人の俺にあんたたちがこうも簡単に負けるとは思えない。もしかして最初から。さて何のことやら嘘つけ負けたろ絶対に。まあ過ぎたことはもういいじゃないの。終わりよければ全てよし本気で走ってなかったんだとしたらとんだ茶番に付き合わされたんだが、俺平川ちゃんのあんな笑顔久々に見たよ。どうだい？笑うと結構可愛いだろ？ああ、そうだな。本当にありがとう、斉藤さん。じゃあいつかまたどこかで。ああ、いい飛脚団にしろよ、平川飛脚団を。おうよ。なんだろうな、ちょっと飛脚団のサブストーリー長すぎたかなさあ、じゃあ斉藤さんが今日最速になった記念にパーッと飲みに行きますか。斉藤さんのおごりで。いや、断る。冗談ですよ。僕がおごります。その代わり今度また配達を手伝ってほしいんですが。いや、断る。そんな神主どうした？あれ、斉藤さん、飲みに行くなら私も連れてってよ。誰っすかあんた。まあまあ、細かいことは気にしない。飲もう飲もう神主と平川、お前ら気が合いそうじゃねえか決着がついてよかった。行きましょう。